満員の通勤電車、いつもと同じ朝のはずだった。突如、得体の知れない違和感が、何かがおかしい。隣の人が倒れた。誰かが叫ぶ。車内はパニック寸前。それは1995年3月20日東京の地下鉄で起きた日本史上最悪の同時多発テロ事件、地下鉄サリン事件。その時、現場にいた人々は何を見てどう突破したのか。これはただの歴史じゃない。もし今あなたがその場にいたら生き残れる自信ありますか？今回はあなた自身がその事件に巻き込まれたと仮定してストーリーが進行します。途中で3択も出題。最善の選択肢をあなたは選べるか。さあ、地獄の通勤電車へ乗り込んでください。午前8時3分、僕は東京の地下鉄千代田線代々木上原発の電車に乗っていた。普段より少し早起きしたおかげで車内にはまだ少し余裕がある。座席は埋まっていたが、ドア付近につかまれるスペースは確保できた。混雑を抜け、スマホで今日のスケジュールを確認する。この後本社での打ち合わせがある。遅れるわけにはいかない。車内は静かだ。誰もがスマホを見ているか、目を閉じている。換気扇の低い音が無意識に耳に残っていた。次の駅は代々木公園。そう思った時だった。鼻にツンとくるアルコールのような匂いがした。でも誰かの香水かもしれない。最初はそう思った。ところが隣に立っていた女性が急にハンカチで口元を押さえて咳き込み始めた。その音をきっかけに周囲もざわつき始める。咳をする人が少しずつ増えていった。なんだこれ。そう思った矢先、僕の喉にも違和感が走った。乾いた空気が刺すように感じられ、呼吸が浅くなる。ただの風か、それともとっさに僕の心に不安がよぎった。そんな時だった。車内の床、座席の前あたりに透明なビニールの袋が落ちているのを見つけた。袋の中身は濁った液体、染み出た液体がじわじわと床に広がっていた。僕は一瞬時間が止まったような気がした。僕はそっとつり革を離し、なるべく目立たないようにドアの近くへ移動した。まるで空気の流れを感じ取るように少しでも呼吸がしやすい場所を探す。でもそれと同時にもう一つのことに気づく。咳き込みはさっきより増えている。数人がしゃがみ込み苦しそうにうずくまっていた。目が痛い。気持ち悪い。僕の鼓動が速くなる。これは普通じゃない。明らかにただの体調不良や一時的な空気の悪さではない。それでも電車は止まらず、ゆっくりと代々木公園駅へと進んでいた。やがて電車が駅に滑り込む。ドアが開くと少し新しい空気が流れ込んでくる。外に出たいその衝動が一気に高まる。でも車内ではまだ誰も走り出してはいない。誰もが自分だけ大げさかもと心の中でブレーキをかけている。床の袋はさっきよりも液体が広がっているように見えた。それが何かまではわからない。でも決して普通の状況ではない。僕は意を決して電車を飛び降り、改札の方へ走った。ホームには他の乗客も数人いたが、みんな困惑した顔で立ち尽くしている。誰も状況を飲み込めていない。駅員に駆け寄ると、僕は息を切らしながら言った。車内に袋が、液体が漏れてて、咳してる人がたくさんいて、駅員も明らかに動揺していた。無線で何かを伝えると、別の職員に応援を呼んだ。でも現場はすでに、個人の判断でどうにかなる状況ではなかった。僕は少し離れたベンチに座り、深く呼吸を繰り返す。目に少し痛みを感じ、喉にも違和感が残っていた。しばらくすると、駅構内にアナウンスが流れ始めた。体調が優れないお客様は、すぐに駅係員へお知らせください。
現在安全確認を行っています。構内にはマスクをした駅員たちが行き来し、徐々にホームから人を誘導していく。でもまだ何が起きたかは誰も知らない。僕のスマホにも情報は出てこない。そんな中、駅に一人の女性が倒れ込んだ。駅員が駆け寄ると、彼女は涙を流しながらこう言った。目が見えないんです。僕はその言葉にゾッとした。この液体ただの異臭では済まされない。自分も今すぐに何かの対応を取らなければいけない。でも何をすればいい？どうやって身を守ればいい？駅員に促されながら、僕は構内のトイレで顔を何度も洗った。目の痛みはまだ残っていたけれど、少し呼吸がしやすくなった気がする。騒然とした駅構内、ホームには次々と倒れ込む人たち。その中にはさっきの車両にいた乗客の姿も見えた。僕は自分がギリギリのところで行動したことを実感する。そしてあの時あのまま座り続けていたらと思うと背筋が凍る。その後救急隊が到着し、僕も簡易的な処置を受けた。近くの病院に搬送される中、車内のことを聞かれ、袋の存在を証言した。テレビでは地下鉄で大規模な事件が発生と速報が流れた。あの朝の異変がただごとではなかったことを改めて知らされた。数日後、職場の同僚が言った。ニュースで見たよ。まさかお前があそこにいたなんてな。でも無事でよかった。僕は少し笑って答えた。たまたまだよ、本当に。たまたま。でも動いてなかったらわからなかったかもな。解説。問題1。正解は C。 咳込んでいる人の様子を見つつドア付近へ静かに移動するです。理由は明確です。この段階では原因がはっきりしておらず、パニックを起こすような行動は避けるべき。不用意に袋に近づくのは危険であり、非常停止は電車内に長くとどまることになり、むしろリスクが高まる可能性があります。まずは出口への動線を確保すること。それが生き残るための第一歩です。問題2。正解は A。 すぐに降りて駅員に通報し状況を説明するです。この時点で異常はすでに明らか。自分の命を守るためにもできるだけ早く車両から出るべきです。そして周囲への通報、連絡も突破の鍵となります。実際事件当日、車両から降りた一般の乗客が駅員に異常を知らせたことで救助活動が早まりました。一刻も早く現場から離れることが命を守る最善の手段です。問題3。正解は C。 水道やトイレなどで目や顔をすぐ洗い流すが最も優先すべき行動です。化学物質や毒ガスに暴露された場合、粘膜目、口、鼻を洗浄することが第一です。毒の吸収を減らし症状の進行を防ぐ可能性があります。衣類の脱衣は重要ですが、公共の場では難しい場合もあるため、まず洗浄が現実的かつ効果的です。ちなみに実際の事件ではこれを知っていた医師や駅員によって多くの人の命が救われました。あなたは正しい判断ができたでしょうか。1995年3月20日、東京の地下鉄で起きた地下鉄サリン事件。13人が死亡、6000人以上が被害を受けたこの事件の中で助かった人々にはある共通点がありました。それは異変を疑いすぐに行動したこと。私たちは日常の中で大げさかなと感じてしまうことがあります。でも命の危機においては大げさより行動の方があなたを救ってくれる。命を守るのは知識とほんの少しの勇気。この物語は過去の事件であると同時に明日のあなたに起こるかもしれない現実です。